皆さんこんにちは。今回は、今後の冷凍庫 PC について予定をいろいろとお話しします。冷凍庫 PC の予定をパート2で初めて紹介して以降、ちょいちょいやることを追加したり変更したりしていたので一旦整理して、その上で今後どう進めるかをお話ししていきます。まあ今後の進め方について特に話したいところを先に話すと、次に実施予定の構造変更がなかなか準備できないので、冷凍庫 PC とは別の自作 PC を一旦挟みますって話です。最近動画投稿のペースが落ちていたのに、さらに予定が進まないというのも残念なんですが、そのあたりの経緯も踏まえて今回はお話ししていきます。というわけで今回は PC を動かさないお話動画になりますがよろしくお願いします。では始めます。まずはこれまでやってきたことや予定を見返します。はじめは冷凍庫の中で PC を組んで動かせることをメインに構造を作りました。その時の CPU クーラーに無限5を使い、次に不凍液水冷、さらにその次に不凍液水冷プラス、氷蓄熱と進めるつもりでした。でしたが冷凍環境だと無限5が冷却不全を起こしたので、別の CPU クーラー、リテールクーラーを追加しています。さらに無限5を使った動作確認終了後、結露の影響らしき変化が確認されて急遽対策を追加しました。結露対策を取らないままだと短絡や漏電など、PC の故障や感電の危険とともに続けることになりそうだったのですが、運よく結露対策が効いてくれました。運よくというのも変ですが、よくわからないけど色々試したらうまく対策できた感じです。この時に実施した対策の他に、大掛かりだったから実施を見送ったものがあったりしましたが、一旦結露対策は終わりにして、キリのいいタイミングに追加しようと考えていました。次に行ったリテールクーラーを使った動作確認では結露の問題は起きず、そして冷却不全も起こすことはなくなったので、室温よりも厳しい OC 設定で動作させることができました。冷凍庫で冷やすのも面白いなぁと思わせてくれる結果でした。ですが問題はまた出てきました。マザーボードを冷やしすぎたためか、マウスカーソルの動きがカクカクになる現象が起きました。動作不良です。CPU は冷やしたいけどマザーボードは冷やしすぎるとまずいかもしれない。PC パーツごとに冷却方法を変える必要性を知りました。この時点で分かった問題というのが、ひとまずの対策をした結露と、PC パーツ個別の冷却方式です。2つ問題があったんですが、ちょうど追加予定だった結露対策が個別の冷却方式にも有効そうだったので、大掛かりだったから先延ばしにした結露対策を冷却方式の改善と合わせ、構造変更として実施することにしました。実施予定は不凍液水冷後でした。一旦で行った結露対策で PC 動作ができていなかったので、反動で PC 動作させたくなり、リテールクーラーに続けて不凍液水冷をやりたかったんです。今思うとこの判断が今回の予定変更に関わりました。で前回までの動画で紹介してきた不凍液水冷を実施しています。冷凍庫内に凍結しない水冷システムを組むというのは、考えるのも作るのも楽しかったですし、何より構築できてよかったって感じです。水冷の冷却性能も今後に期待が持てそうでした。試したかった冷却方式を実現できたので、今後続けていく上でいい経験、いい比較材料になりそうです。と、良いことがありつつも問題も同じく出てきました。CPU の当たり外れ問題と、CPU 冷却における空割りの必要性や低温時の性能変化といった問題です。これらの問題は前々回に紹介した内容ですし細かい話になるので説明は省きますが、いずれも追加で確認したい点があったので、氷蓄熱システムを導入した後に色々試してみることにしました。ネットで拝見した OC の記事のやり方を再現して CPU の当たり外れを確認したり、CPU グリスを変えて、から割って、台直して、その上で低温にして性能変化を見たりと、細々と確認したいことがあります。不凍液水冷までに追加されたものは以上です。ですが、最初の方に説明し忘れちゃったものもあって、自作の冷却方式を3種類と、ガスレイ、ペルチェ素子冷却も今後予定していました。という感じで、現在に至ったわけです。項目多くなりましたね。早く考えていた冷却方式を試してみたいんですが、問題を極力解消させた上で挑戦したいので、今後も一つずつ対応していくことになりそうです。で、今回の本題、ここまでの予定を踏まえて今後の進め方、変更点についてです。まず動画冒頭に話した、次回以降紹介予定だった構造変更が準備制作できていないので遅れます。た
ただ作るだけだから障害は特にないと思っていたのですが、ここしばらくの間ずっと問題になっているあの感染症の影響で、一部部品が入手できない状態が続いたため、製作に移れていません。部品を入手でき次第、構造変更を実施する予定です。で、部品が入手できるかの見通しは微妙な感じです。当初予定していた方法は現在サービス停止中で、今後復活するかは感染症の状況次第と微妙なラインです。代替案も考えていますが、費用が当初の数千円から数万円くらいに増えそうなので二の足を踏んじゃっています。今はこんな状況です。まあ6月の初週にも何らかの方針は立てられそうなので、一旦それまで放置してます。ただ方針が決まってから入手に動いて、入手できたら構造変更を始めて、出来上がったら PC 動作させて、終わったら動画にして、って感じでこの調子だと7月が見えそうです。いやーこれまでにやってきたことを見直すと、構造変更の必要性を知ったリテールクーラーの動作確認の後に、不凍液水冷じゃなくて構造変更を実施していれば、状況は違ったでしょう。さっぱり予想できませんでした。まあ気づいたのが4月初旬だったので遅すぎたんですけどね。ただその時に、とりあえず今は入手するの無理だろうし、この状況がいつまで続くかわからないから、入手が容易なものでできそうな自作 PC ネタでも準備しようかな、と急遽方針転換しました。その結果、パート2の投稿が6週間後の5月中旬になったわけです。6週の間にその別のネタに必要な部品の選定をしたり、その必要部品を構造変更にも共用化させようと、構造変更後の装置の設計を合わせて考えたりしていました。実際は何もやらないお休み期間も一時あったりもしましたが、今現在はなんだかんだ準備が整ってきました。そんなわけで冷凍庫 PC が動かせていない、そんな今の時間を使って別の自作 PC をやることにしました。ここまでが直近の予定についてです。で、最後に少し先の予定における変更点です。結構先の予定なので気の早い話なんですが、ガスレイとペルチェ素子冷却の順番は変えることにしました。多分数ヶ月単位で先の予定なんで私としても気が早いなぁと思うのですが、そこまでの流れを引き継いでペルチェ素子冷却に入るのが良さそう、というか面白そうな気がするのでそうしました。取らぬたぬきのなんたらかんたらになるかもしれませんが、今後もちょいちょい先のことを夢見ながら予定を立てていきそうです。変更点は以上です。改めてパート2が初出だった予定と比べると、全然違いますね。項目本当に増えたなぁ。実際にやってみると色々分かって試したいことが増えるし、問題が起きてもどうにかできないかと粘ろうとするので、今後も項目は増えていきそうです。当初の予定は長くても4ヶ月くらいで終わると思っていましたが、この感じだと年間ペースも見えてきそうな。まあ長引いちゃう要因は予定の項目が増えることの他に、私の動画投稿スピードもあったりするんですけど、私のできる範疇で一つずつ進めていこうと思うので、よろしければ今後ともよろしくお願いします。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。